どうも皆さん、カイトです。ダークファンタジーアクション、ハント・ザ・ナイトをご存知でしょうか？こちらは2023年4月13日に Steam でリリースされたゲームになります。早速ラストまでクリアしたんですけど、シビアな戦闘を求められる高難易度アクションでしたね。見下ろし型のトップビューでありながら、自由すぎるマップの広範囲、細かく作られたアートワークから激アツなレトロスタイルの戦闘などめっちゃ面白かったです。今回はハント・ザ・ナイトというおすすめ作品のジャンル、ストーリー、魅力を簡単に紹介します。またこの動画にはネタバレが含まれますのでご了承ください。では早速やっていきましょう。まずこのゲームのジャンルになるんですが、夜を取り戻すために奮闘するダークファンタジー 2D アクションです。ダークパワーの操作ができるストーカーズの一員ベスパーが戦地に赴き夜を狩りに行きます。若干のソウルライク風のゲームシステムに敵を大量にまとめて倒すハックスラっぽさも兼ね揃えているっていうか、ゼルダライクが一番しっくりきますね。難易度設定はありませんが、体感的には高難易度の部類には入ります。攻撃は剣、大剣、槍、ナックルなどあり、威力とリーチ、振り速度が違います。個人的には剣が汎用性めちゃくちゃ高い。遠距離としては銃による狙撃もでき、ハンドガン、ボウガン、ショットガンとそれぞれ特性が違います。ダークパワーは選択している必殺技で使用するとリキャストタイムが発生。スーツは防御力アップや付与効果付きがあり、場合によってはノーダメージで戦えます。ムーンストーンはパッシブアイテムですね。体力は血の雫でなくなるとゲームオーバーで、クリムゾンローズで回復が可能。ストックアイテムには手榴弾も常時装備しています。ダッシュ回避はダークパワーを使用するのでこまめな節約が大事です。モンスターの位置は固定なんですけど、一発の被弾がめっちゃ重いんで、常にヒットアンダーウェイを意識しないと何にも進まない。銃弾で当ててから一気に畳みかけるのを体に覚えさせましょう。ポイントごとにあるカラスの祠で回復とセーブ、さらにはファストトラベルができます。基本的にはデス戻りでの覚えなら夜に侵入していき、強すぎるボスを駆逐しながら世界に抗っていきます。ざっくりと説明するとこんな感じ。次にストーリーになるんですけど、昼は人類が支配し、夜は恐ろしい生き物が支配していました。人類は夜を取り戻そうと試みますが、ほとんどが夜からの死者によって全滅してしまいます。しかし生き残ったストーカーズという一団が闇の扱い方を学び、夜との戦いに挑みますが均衡が保たれている状態。人類は昼を永遠に実現できる可能性がある人工異物夜の封印を発見し、希望の光が見えたはずでした。だが夜は光を徐々に奪い去り、光は次第に失われていきます。主人公のベスパーは最後の光を救うために恐ろしい生き物を狩りに冒険に出るお話。そしてこのゲームの魅力についてなんですが、1、高難易度のダークファンタジー。一見ゼルダライクのような見た目なんで簡単そうには見えるんですけど、一つ一つの動作に気をつけないと一気に外れてびっくりするぐらい体力持ってかれるのが本作。マップ探索で必ず勝ち合うのがモンスターなんですけど、とにかく強いんで慎重に進めていかないと話になりません。そうこういう難儀なのが最高なんですよね。銃で相手の体力を削りながら一気に近距離で畳みかけるのがうまくいかない。集団で鉢合わせる時の絶望感にライフと相談しながらも外れる。これを繰り返しながら徐々に進め方が分かってきます。銃弾は初動でガンガン当てて3回近距離攻撃を与えると1弾復活するという計算で戦います。ゼルダのようにノックバックはしてくれないんで、ある程度距離を保っての攻撃スタイルが染みついてきますね。またドッジロールによる回避は必須になるんで、常に避けることを意識するだけで格段に変わるんですね。レベルアップはない代わりにアイテムによってのパワーアップ永続バフなんで、初動でどれだけ上げるかによっても戦い方が変わってきます。途中でショットガンでの火力重視を扱えるようになりますが、弾薬を3弾使用するので考えようでした。後半はガンガン使ってましたが、一瞬のミスですぐさまデスる仕様は最高でした。2、いろいろなバリエーションのボスが楽しい。全部のステージボスがラスボス並みに強く感じ取られるのがハント・ザ・ナイト。ボスの攻撃パターンは一定ではあるものの、分かって
っていても避けれないバリエーションが豊富なのも楽しかったかなと。しっかり攻撃を当ててからの相手のターンでの攻撃を避けるなど、ゴリ押しが通用しない徹底ぶりが玄人好み。異形のモンスターだらけなのもダークファンタジーっぽくて、食らい尽くすものから落ちたカラスアドラム、深海の胃など雰囲気に合ったボスが出てくるのもやってくれてるなと。こいつの攻撃範囲だけバグっててガチギレしたのは内緒の話。暗いリストだけはマジで許さねえ。3、緻密に作られた 2D ピクセルアート。ゲーム画面でのレトロスタイルを感じつつも現代風にアレンジされてるような真新しさを感じ取られる 2D ピクセルアートが最高っすね。ダークファンタジーの世界観を意識しつつ、ちょっとしたアニメーションシーンでもドット表現されているのが 2D 好きにはたまらない。背景の夜に支配されている様子も加わり、雑魚モンスター、ボスモンスターもぬるぬる動くのがテンション上がりましたね。ゼルダライクを思わせながらも気味の悪い戦地を切り開いていくベスパーは味わってほしい。ストーリーはカラスの羽や NPC の会話で紐解けるんですけど、重要キャラではない NPC のセリフが無駄に長いのはなんでやねんと。まあそれはそれでありか。4、クリア時間は15時間。クリムゾンローズマックス、手榴弾マックス、パワーアップフル強化マックス、カラスの羽回収は8割でのクリア時間は15時間ほどでした。途中に酒場で討伐クエストを受けることができて、半分ぐらいは倒したんですけど、モンスターを倒しても討伐済みと表示されず、討伐場所の判断も酒場でしか確認できないため、やむを得ず断念。いろいろと難易度は高めでしたが、非常に満足しました。以上になります。ダークファンタジーアクションハント・ザ・ナイト。ゼルダライクを思わせる見た目からシビアに体力を削られるバトル性、回避を使いまくって穴に落ちてからの雑魚の動作が早すぎての被弾しまくりのプレイング。よければ皆さんもベスパーの心の夜を解き放って霊を操作してみませんか。きっと雑魚モンスターのこいつのムチみたいな攻撃がだるすぎてセーブポイントでのリスタート時にメンタル持ってかれること間違いないですよ。このチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。